どこに行っても良くならない。何をやっても良くならない。これからどうなるのか。一体どうしたらいいのか。そんな原因不明の症状、後遺症を抱えているあなたへ。あなたの脳は知っています。どうしたらいいのかを。脳の情報を読むことができれば、自分の体のこと、心のことがわかります。そして、そんな症状や後遺症も自分で良くすることができるのです。そんな脳の情報を読む方法を開発した内閣府認証 NPO 法人自分文化安住村性システム研究会代表伊藤聖光。1万人以上の難治難病の患者と向かい合ってきた中で、自分の求めていることの答えは自分の脳にあるということを発見し、六脳法として改定いたしました。それを医師、歯科医師、治療家、また一般の人を対象に実践的に指導しています。脳です。私は脳の研究家ですから、私に脳の情報を読んで、それに対して、刺激することが良くなるということを今の医学がやってないですから、そこをしっかり肯定できない。私はそれを言ってますから、そういう方ができます。実際の結果を見て私は言ってます。自分自身のことです。自分自身のことで勉強しようというのは絶対にいいです。自分で自分を良くしてくればいいわけですから。ということで、私はこういう場を全国にあちこちにやっていきたいと思ってますけども、それは地球のシステム。それぞれの人がこの地球で生きる場合としての自分のシステム、人間のシステム、これを性システムで言うんですけど、これはどこも研究されてない。ましてや個人のことはもちろん本人自身も研究しない。それを自分のことは自分で研究してくださいと言ってるんです。脳の情報を読んで本当の自分を知る。それによって症状が改善した例は多く寄せられています。六脳法によってどんなことができるのか。ここではまず現代医学で難病とされている多発性硬化症に対する六脳法によるアプローチを紹介します。当時、小学6年生の小島あやみさんが最初に伊藤聖光のもとを訪れたのは2009年8月のことでした。多発性硬化症っていう難治難病で原因不明の病気なんですけど、脳と脊髄の神経細胞が壊れていく病気なんですね。首から下がもうほとんど全身麻痺の状態で、あとは言葉が喋れなくなって、飲み込むことができなかったんですね。ですから食事もすべてミキサーでかけて、流動食用の形で1回の食事に2時間ぐらいかけて食事をとるような状態が続いていました。それはおかしい。どういうおかしい？どの感じですか？自分で回そうとしたときに抵抗があると。多発性硬化症の原因は医学上はまだ解明されておらず、主な治療法は副腎皮質ホルモン剤、いわゆるステロイド剤の大量投与です。ステロイドの連用は様々な副作用の危険があります。多発性硬化症は病変の起こる箇所によって症状は千差万別です。筋肉の反射を使ってあやみさんの脳の情報を読み、調整ポイントを探ります。すでに足の神経は麻痺しており、自力で動くことができない状態でした。あやみさんの脳の情報をもとに調整を行うと、体を起こしているのも困難だったのが自力で起き上がれるようになりました。こちらをこう
関節。これ、動いてなかった。動いてなかった。今、股関節も動いてますからね。だから変化あった感じ？どこの脇、それも、あと手とか、肘が、足とか股関節は違う。手足のしびれが軽減し、麻痺していた足にも力が入るようになっていました。で、伊藤先生が、その時確か1000個と1箇所ですね、調整したんですね。で、そのまま家に帰ってきて、その晩から足が動くんですよ。びっくりしましてね、こんなことがあるんだと。先生が本当に何分かな、やってくださっただけで、翌日に、一人でこう、むくって、起きたんで、本当にその時はびっくりして、こんなことがあるのかなと思って。それから4ヶ月後、あやみさんは毒農法による取り組みを続けてきた甲斐があり、とうとう自力で立ち上がり、支えてもらいながらも足を前に運べるようになりました。それから1年半後の2011年8月。今現在は、自力で歩行器を使って歩くようになりまして、学校の方にも週に3回行けるようになりました。言葉も喋れるようになって、普通の人とそんなに変わらないような生活ができるようになっています。そして、この日の調整後、歩行器から離れて歩くことができました。かかってないよね。そうだよね。手離してみて。この日、あやみさんは、性システム研究会の川口湖支部を訪れました。スタッフの手を借りてお散歩です。歩行の様子を観察しながら、脳の情報を読んで調整を加えました。なんか足が軽い。確実に回復の方向へと向かっているあやみさんを、父親のあつしさんはどう見ているのでしょうか。そうですね、伊藤先生がいらっしゃらなかったらば、まずあやみの病気になった時に今覚えてる、今現在ですけど、今覚えてることで、自分の仕事とか経済的な部分をしっかりさせようとか、患者さんのこととかっていうことしか考えてなくて、この家族との脳のつながりがもうなかったと思うんですよね。そっちしか考えてなくて。で今も忙しいんですけど、でもつながってるんですよ。それが持てるようになったっていうのは、あやみにはもう本当に感謝だし、今ではピアノを弾けるまでに回復しました。脳の情報を読む方法が学べる自分研究ワークショップを紹介します。自分研究ワークショップでは、脳の情報を読むことでいろいろな症状が改善しています。歩行中に転倒して腕を骨折した幼稚園児への調整です。母親は以前からワークショップに参加して、この療法の確かさは理解していました。病院でのリハビリ治療に疑問を持ち、この日子供を連れてきました。どういうわけ？痛いわけ？向かった。体をこっちへ倒して、で、それで手伸ばして、今どうこっちは？ちょっとだけ、じゃあ、そっちより軽い、ちょっとマシね。体を傾けると腕の重たさが軽減されました。これを重力バランス軸調整療法と言います。重力バランス軸調整療法は自分研究ワークショップで指導する療法の一つです。足に自分ずらしたみたいね。っていうことですね。彼はここがどうもおかしくなったんです。それで
ずらしたの。その結果、どうも倒れたみたいですよ。で、その原因が残ったままです。だから、どんな治療しようが、いい結果が出ないことで、今、作用比較してみたんですけど、生えてます。全体的に生えてますね。多分原因は手じゃなくて足ですよ。だから、腕をやってもダメなんですよ。ここを押します。これ手上げて、この前、両方の前。どう？重くないよね。ここなんです。で、手離すと、ちょっと待つと。重い。ここですよね。腕が重たく感じているのは、神経が正常に働いていないからです。その原因は腕ではなく足にありました。この子に、手こういうましてね。どう？痛くない。手こうちょっともっと動かしてみて。大丈夫？はい。はい、こうで足伸ばして。オッケー。はい、じゃあオッケー。やっぱりまだちょっとちょっと足が引っかかります。それとかに物が入れてくると、ちょっと会話がちょっとシュートだんだん大きくなる。柔道整復師のこの方は、1年前に発症した脳梗塞の後遺症で苦しみ参加しました。調整後にお話を伺いました。去年の3月の29日に、突然ドリルが回らなくなって、それで、病院にMRI が起こった脳梗塞があって、直行入院です。ちょっと言葉と少し左の、手は動いてたんですけど、左足がちょっと多いですから。それがリアルでやったらほとんど変わらない。8月ですかね、8月の先生に知りたい。それが変わりました。このままだともう、なんか先生に見ていただいたら改善するんじゃないかと。それは聞かない。それがいいですね。そう。物が喋りやすくなって、歩いたら足が軽くなって、分かって信じられなかったです。いろいろ私は介護とか生態とかいろいろ勉強させてもらったんですけど、全然違うもんですから、本当に考え方が違うから、体の変化を見るだけで、脳のことまで、それなりに、国力で思ってもらいました。調整後には歩行もスムーズになり、滑らかに話すことができるようになりました。この方は甲状腺がんの手術をしました。ところが最近、声帯の神経付近にがんが再発。声を失う恐れのある手術は避けたいと願って、このワークショップに参加したのです。左15度の位置に、最初から左15度。普段から喋りづらかったそうですが、体を傾けると。喋りやすい。ぐーっと持っていって、さらに体を倒すような感じでぐーっと持っていって、そのまま倒れるぐらいにぐっと倒す。手をぐっとやります。はい、OK。喋りやすいですか？喋ってみないから喋りやすい。喋りやすい。希望が持てる感じで、努力しようかなと思います。なんか実際すごい喋るのが楽になったりとか、それまであんまり自分で手当てっていうのをしたことがなくって、でもそれはなんかできそうな感じがします、私に。はい。なんか笑顔がかわいいって言ったら失礼ですけど、なんか本当になんか親しみやすい先生だなと思いました。はい。なんかすごい信頼できます。これは脊椎のパワーを調べる検査です。この方の場合は、上から押されると姿勢が保てず沈んでしまいます。本来はこのように自分の倍くらいの体重をかけても沈まないのです。脊椎のパワーが低下していると様々な不調が起こります。満身創痍と一言で言いますと、満身創痍、もういろんな努力をしております。日常自分の
やりたいことがやれない。その肉体が思うようにならないっていうジレンマに陥ってネガティブになっていってしまうんですね、考えそのものが。それがとても耐えられない日常生活を最近は送っておりました。本人の脳の情報を読んで脊椎のパワーを回復する療法を行います。はい、起きます。すると、押されても全然沈まなくなりました。また、訴えていた症状も改善されました。実はどうですか？痛くない。痛くない。治っちゃった。柔道整復師のこの方は、15年前に歯科医院で顎関節症と診断されましたが、改善せず長年過ごしていました。動かない。原因を解消するようですね。そしたら元に戻りますね。どうしたら良くなるか。脳の情報を読むと、顎関節症の原因は24年前にすでに起こっており、脳の中で25年前まで時間を遡れば原因がなくなり、症状が消えると出ました。今、白見先生ですか？そうです。じゃあ、口開けてください。右に移動して、何でした？だいぶ出てきました。っていうことですね。こんなことでと思われるかもしれませんが、症状は実際に改善されたのです。脳の中で時間を遡る前と後を比べてみるとよくわかります。で、回すことができるわけですよね。だから原因がなかった状態にすればいいです。だから今の状態を脳に起こします。ワークショップで指導している読脳法やケアの技術は、自分自身はもとより家族や他の人に対しても効果を上げることができます。多発性硬化症のあやみさんのご両親は、伊藤聖光に学んだ読脳法やケアの技術を活かして、普段から娘へのケアを欠かしません。高齢化が進む中、認知症は多くの人にとっても身近な問題となっています。そんな認知症に対して読脳法を利用してケアを行い、効果を上げている例を紹介します。上田玲子さんは30年以上前から性システム研究会のスタッフとして活動してきましたが、2011年7月、レビー小体型認知症と診断されました。一人身の上田さんは現在、伊藤聖光やスタッフたちの介助を受けながら生活をしています。症状の一つで結局自分は歩きたくないのにトトトトトトトって言って速くなって止まらなくなるってなるんですよ。だから今みたいにちょっと止めようとするとだんだんこう多分前のめりになっちゃうからだと思うけど、疲れてくるとだんだんそうなるね。足もそうですし。レビー小体型認知症は認知障害だけでなく、パーキンソン病のような運動障害も併発するのが特徴です。彼女も姿勢が前のめりになり、小刻みな歩行になります。脳の情報を読み、調整ポイントを探し出します。上田さんの脳の情報をもとに調整を行うと、いつも左足を引きずるけど、今日左足が上がってるね。だって今みたいにこんな上げられなかった。上げてみて。毎日脳の情報を読み、上田さんの脳が求めているケアを行うことで、症状の進行を遅らせ、その人らしく日々を営むサポートができるのです。それは、周りの人たちの介護の負担を軽減することにもつながります。ケアを進めるに従い、日常のことができるまでに回復しました。
表情も以前のように豊かになりました。自分研究ワークショップは、自分の悩みや興味をテーマに、自分の脳にある情報を知り、自分の納得と出会うことのできるワークショップです。様々なテーマごとに、自分や相手の脳の情報が読めるようになるためのクラスがあります。訓練を重ねることで、あなたもきっと自分の脳の情報を読めるようになります。問題解決の糸口が見つからずに困っている方、自分が納得できる答えを知りたい方、病気や症状を何とか自分で良くしたい方、そんな方は一度自分研究ワークショップへお越しください。